こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さて、2025年4月の星読みです。毎日の全天体のアスペクトは、YouTube のこのメンバーシップっていうのもありまして、このガイアハウスのメンバーシップに入っていただいている方用の動画で、全天、アスペクトを配信していますので、もし天気予報を見るように毎日の宇宙のエネルギーを確認して生活や計画に取り入れたいという方は、ぜひそちらにね、お入りください。で、こちら、今日の動画ではいくつかその中で大きな、動きだけをピックアップして4月の流れをお話しします。そしてさらに、最後には12星座別の4月の開運アドバイスもいたしますが、ちょっとこの動画が長くなりそうだったら前半と後半に分けてお届けしようと思っております。改めまして、この動画を見てくださっている皆さん、そしてチャンネル登録をしてくださっている皆さん、いつも愛と光に満ちたエネルギーを届けてくださって本当にありがとうございます。いつも言っているように、私はここでポジティブなエネルギーを送ってくださる方に倍以上のエネルギーにしてお返しするクリスタルグリッドをここに貼っております。ですから、ぜひ皆さんもね、受け取っていただきたいと思います。特に前回の、続けてあげた2つの動画、お羊座の新月の動画と海王星、お羊座入りの動画、たくさんの温かいコメントをいただきました。で、そのコメント欄には、まさに風の時代にふさわしい、美しい調和の周波数っていうのが流れていたんですね。そして私、すごく深く感動しました。オーストラリアに住んでいても、こうして世界中の素晴らしいエネルギーと響き合って循環し合えていることを心から感謝いたします。ぜひいつか皆さんとお会いできる日が来ますように祈っております。また、インスタグラムの方では毎週金曜の早朝にミニライブを配信したりですね、ブログでは願望実現のテクニックなどをシェアしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。では早速、4月の流れ。まず3月から逆行していた金星が13日に巡行に戻ります。それから水星は7日に巡行に戻ります。ここでエネルギーが変わりますね。で水星はその後16日にお羊座入りして、金星は今月は魚座にステイします。太陽は20日に牡牛座に移動して、月は13日が、天秤座の満月で、28日が牡牛座の新月。これが2つのポイントですね。それから火星は18日に蟹座から獅子座へ移動します。太陽は双子座を。土星は魚座を、天王星は牡牛座、海王星はお羊座を、冥王星は水亀座をそれぞれそのまま、動いております。お羊座の火と、お牛座の土と、魚座の水っていう、このなんか3つのバランスがですね、非常に影響を与える4月です。で、これによって感情の波はちょっと落ち着いて、穏やかさと地に足のついたエネルギーっていうのが戻ってくるのが4月の特徴ですね。ちょうど去年の9月から11月の間に蟹座に火星がいて、そして今年の1月頭から4月の18日まで、また蟹座に火星が戻っているという、この期間の中で、一部の方はとても繊細な感情に、繊細のね、感情を示す蟹座っていうところに火星が入っていたことによって、なんかネガティブなエネルギー、感情、怒り、嫉妬みたいなものにコントロールされていた人は多かったかもしれません。そんな自分が嫌だなと思っていた人もいるかもしれませんが、私もそうですし、多くの方がやはりその影響を受けていました。で、4月はですね、この蟹座の火星がセクスタイルとかトラインとかいっぱいこう多く取っていくんです。なので、感情のテーマで冷静さと寛容さっていうのを取り戻していきやすい時です。そしてさらに18日を過ぎると、もっとこうヘルシーでさっぱりとした獅子座の火星っていうのが戻ってきますので、この流れに乗ってね、自分を取り戻していきましょう。全然大丈夫。今からで間に合います。それからドラゴンヘッド、土星、金星、水星は前半だけですけど、これらが魚座にあるっていうことと、後半はお羊座の海王星と獅子座に入った火星のトラインっていうのが形成されて、その影響をずっと受けていくということがありますので、とてもヘルシーでポジティブな感情っていうのが戻ってきやすいし、それを基盤にして、もう一度行動を、考え直すと、かなりの成長と成果が期待できる時です。3月は食シーズン、辛かった、言ってましたね。3月を乗り越えた。
人には感情にコントロールされなかった人は4月にご褒美来るよっていうのを最初に話してあったと思うんですけれども、ここでもう感情にコントロールされる行動や決断っていうのは卒業して、サクサク軽やかにポジティブに楽しいところに乗っかっていくっていう、軽やかさを手にした人は、着実に4月は勢いが増す時です。もうガンガンチャンスを受け取っていくみたいな、例えばクラスとかを提供している人だったら、ガンガンやっと予約が入り始めるとかね、大きく起こっていくのではないかと思います。相変わらず魚座にいる、ドラゴンヘッドを1年半いますから、魚座のドラゴンヘッドは今私たちを許しとスピリチュアルな旅に導いています。これは別動画でも言っていますね。私たちはもっと寛容でもっと優しくなっていくっていうことが地球全体で生き残っていく道なんですね。そして魚座の土星はそこにたどり着くまでの努力を応援するよと言っている。この2つの魚座のエネルギーですね、を考えると4月の行動っていうのはおのずとして、やはりこの優しく寛容な穏やかなエネルギー、他者を受け入れようとするエネルギーが必要なんじゃないかと思います。それから月の後半はお牛座の季節になりますけれども、そうなるとスピードだけじゃなくて持続していく力っていうのがスピードと同じぐらい重要であるっていうことに気づいていきます。これもやっぱり持続するって結構難しいですよね。ちょっと言われたときはだーっとね、大体ほら、早起きとかダイエットとかでもやるけれども、一時的にぐっと頑張ってもパッと休んじゃう。そうするとまた一からって繰り返しをずっと人生でしてしまうという人は多いのではないかと思うんですけれども、ここでね、それをリセットして、やっぱり持続していったからこそたどり着ける道というのがある。そういうところを見ていくのも今月のテーマだと思います。3月はリセットの月ですよって言っていましたけれども、4月は宇宙を信頼して、宇宙に愛されている自分を確認して、その宇宙への信頼や信仰とともに、慎重にかつ宇宙が示す方向には止まらず着実に進むべき月と言えると思います。ということでですね、ちょっといくつかせっかくなので、あれですね、4月のチャート見せますかね。これ、内側が4月の1日で、外側が終わりだから、この内側から外に向かって、全体が動いていくっていうのが、これで見やすいじゃないかと思うんですけれども、その動いていく中で、ちょっとね、メンバーシップでお届けしているのは全アスペクトですけど、ここではちょっとポイントになるいくつかだけ、さーっと流れをもう一度言っていきたいと思います。4月はですね、まず5日、魚座の土星と牡牛座の天王星のセクスタイルとか、蟹座の火星が牡牛座のその天王星とセクスタイルしたり、魚座の土星とトライしているっていうエネルギー、4月の5日周辺っていうのはあるんですね。で、蟹座の火星っていうのは感情のテーマでの自己表現ってさっき言いましたけど、それが悪く出るとドラマクイーン、なんか自分だけが責められているような気に、すごく勝手になってしまうっていうエネルギーがあるんですけれども、あるいはだからそれを誰かに対する憎しみとしてぶつけてしまうってなりがちなんですけれども、そうじゃなくって、このトラインやセクスタイルですから、忍耐を持って、調和とバランスを持って、そういう思いをもう浄化させていく感じですね。長期的な取り組みも報われていくから、なんか私も感情デトックスプログラムっていうのを提供してるんですけれども、そういうふうに自分の感情をぶつけるんじゃなくてデトックスしていこうというようなことに取り組んできた人にとっては、ものすごくこのあたりでさっとワン段階上のレベルで感情とディールできるようになっている自分に気づけたりする人も多いかもしれません。次の6日にも魚座の金星と蟹座の火星のトラインがありますから、とにかく本当に水なんです。お羊座の、新月のところでも言いましたよ。今年のドリームボードは物欲的なエゴを書くんじゃなくて、精神的な成長っていうのを書いた方が夢が叶っていきますよっていう流れもここの中にとっぷりと入っているというのが分かっていただけるんじゃないかと思います。それから、さっき言ったね、大きな流れの一つ、魚座での彗星の逆行が終了します。7日ですね。で、その時に魚座にいた金星と土星もそこにいて、コンジャンクションして、ぐっと魚座がまたやっぱりぐっと力が。なので、この彗星の逆行が終了すると、ネガティブな感情にブロックされていた人ですね、この逆行中に、パッ
っと軽やかな上昇への動き、そこにこう停滞していったエネルギーがパッと上にね、動き出していくっていうのは7日がチャンスじゃないかと思いますね。この金星と土星の号っていうのもすごくこう誠実な愛とか、もう誠実な信頼関係、やっぱりこの人はずっと信じてもいいなってお互いこう思えることで何か生まれるこう新しい、計画だったりチャレンジだったり、そういうものを起こしてくれやすいと思います。ただコンジャンクションっていうのは、感情をきっかけに土星の制限してしまうことと、魚座の金星のやっぱり好き、愛してるっていう気持ちが一回こう摩擦したことによって気がつくっていう、こう、そういうちょっとね、プロセスは通ります。あとは、そうですね、11日、いろんな実はアスペクトが起こります。メンバーシップの方では全部説明しましたけど、11日すごいいっぱいあるよねっていう話をそこでもしてたんですけど、大事なところだけ、ね、一番大事なところは、水星とドラゴンヘッドが魚座でくっつくということです。で、これはもうずっと魚座のドラゴンヘッドというのは1年半続くと最初から今年は言っておりますから、ドラゴンヘッドとのアスペクトっていうのはいちいちとても感情に関係していくものなんですけれども、もう一つは魚座っていうのはこう直感とかひらめき、どこからともなくやってくる何か、こう、どこからか来る声みたいなものなんですけど、この水星とくっつく時っていうのは、あのメンバーシップのところでも言ったんですけど、英語で言う light bulb moment っていう、light bulb moment っていう言葉があるんですけど、light bulb っていうのは、豆電球がパッとこうつくような、はっていう、あはみたいな感じですね。なんかそれがですね、ただこう、他のアスペクトともあって、なんか新しいものがっていうよりずっと続いていた関係とか、こうずっと知っている友達、あるいは家族、ずっと学んできたものの中で、なんで今まで気づかなかったんだろう。こんなに素敵なことを学んでたのに、こういう意味だったんだ。やっとあの時言ってた意味が分かりました。みたいなことにこう気がつきやすいというエネルギーになっています。それから13日に天秤座の満月と魚座での金星の逆行終了とお羊座の太陽とカイロンが5っていうのが同時に13日に起こります。で、天秤座の満月はこのずっと言ってる人間関係とか感情のバランスということに対してこの数ヶ月感情的感傷的がもうとにかく NG っていうことをずっと言っておりましたけれども、ここでね、それによって後退したり停滞してしまっていた人のエネルギーがここで生産される時なので、またとっぷりと別動画でお届けしたいと思います。ただここで簡単にでも言っておけることは、タイミングよく金星の逆行がこの日に終わるっていうことは、本当の愛はどこから受け取っていたのかっていうのが魚座の金星ですね。そこに気づけるきっかけになると。逆行してるから気づいてなかったかもしれないけど、やっぱパッと終わると気づく。そういう、エネルギーが起こると同時に、なんで気づけなかったのっていう自分自身のいつも繰り返している負のパターン。これに愕然として傷が動く。さっきのカイロン、お羊座の太陽っていうのは、繰り返す自分自身のこう傷のパターン、カイロンとくっつくと関係してるんですよ。同じことやっちまった、同じ失敗やっちまったみたいなね。で、に気づくと。で、だから気がつくと。だけどさ、これ私だってありますよ。なんで私この同じことやっちゃうんだろうっていう反省はね。で、人はそう簡単には変われないっていうのは事実です。でも、変わるためのプロセスを踏めば、負のパターンの上に光のパターンを上書きしていくことはできる。これ別の私の動画でも話したことなんですけど、それはできるんです。だから上にこう、もっといいパターンをもう何回も何回もやっていけばですよ、こっちの方が本物になっていくっていうことです。これ宣伝になりますけど、これは本当に私のプロジェクトの中では、幸せ革命マニフェステーション実現プロジェクトっていう7つのステップをやってね、一緒にやるんで、私が。だから分かりませんってならないで、一緒にやるから、その、プロジェクトがすごくいいと思います。気になる方はブログやインスタでも確認してください。ちなみにこれは参加してくださった人がどんどんあの
提供する側にもなっていきますので、アドバイスがこうどんどん増えていくので楽しいです。そして、そうですね、樹の逆行とかいろいろありますけれども、逆行の樹のの移動もありますけれども、あと16日に水星がお羊座に移動しますね。それでコミュニケーションが率直でスピーディーになるという動きはこの辺りにありますね。で、それが海王星と次の日に重なるんで、直感力とかイマジネーション力が広がるっていうのはいい方向ですが、水星と海王星っていうのは悪い方向に出ると幻想に陥りやすいとか誤解をされやすかったりしやすかったりするので気をつける必要があります。で、18日に火星が獅子座にさっき言ったように移っていくので、ちょっとこう蟹座よりも自信と行動力がアップしていくので、もうさっき言ってたポジティブ、自分のことを大好きになる幸せ革命プロジェクトをやってる人なんかは、ここで一気に自分のことを本気で愛せるようになっていくというエネルギーは強くなっていくと思います。20日に太陽が牡牛座に移って、その日は火星、獅子座に移ったばかりの火星と、お羊座に移ったばかりの海王星がちょうどお羊座のね、前半で、トライン、日のね、前半でトラインするんですけれども、これでちょっと現実的な安定とか、ゆったりとしたこう豊かさっていうものへの関心っていうのが高まっていくかな。で、やっぱり海王星と火星の調和、水の、火のエレメントでの調和っていうのは夢とかビジョンに向けて、それを行動に移す力、ここを与えてくれるトラインであったと思います。27日に獅子座の火星と水亀座の冥王星は今度はオポジションになりますね。で、獅子座 VS、獅子座 VS じゃない、火星 VS 冥王星は、これはもう先生術のセオリーで、常に冥王星が勝つんですね、力が強いんで。だから冥王星から獅子座火星への、こう課題みたいな感じになるんですけれども、権力とかプライドをめぐる摩擦が起きやすいっていうことなんですね。こう冥王星の水亀座は自己中心的、自己利益だけを追求していくようなこう考え方をする獅子座の火星に対してはちょっとお仕置きを据えるみたいなことがあります。そして28日が牡牛座の新月。これは新しい価値観とか、本当に何もかも豊かになっていく、こう物質的だけじゃなくて、やっぱり今年は精神性ですね。これが欠かせないテーマなので、どちらも豊かにね、するための設定には最適なタイミングなので、本当の安定と繁栄を意識したスタートを切るためには、この牡牛座の新月が重要になってきます。そして、この後やってくる5月の上作の満月。これはもう何回も何回もこのチャンネルでもお話ししている、年に1回宇宙とのポータルゲートが開く日が上作の満月。で、今回のお牛座の新月と5月の満月っていうのはセットになってるんですね。なので、このお話もやはりちょっとこうポータルを開けていくエネルギーの中で、たっぷりとこれはお茶会の方でお話をしていきたいと思ってます。お茶会に参加したい方は、ぜひね、参加していただくと嬉しいです。という流れが大まかな4月の流れということになります。ではですね、これ、ちょっともうここで1回切りまして、12星座別は後半でお届けしますので、ここで皆さん全体に向けて今日この動画を見ていただいている皆さんへのメッセージをお届けしたいと思います。1枚引きでお届けします。セレナです。これ私の大好きなカードの一つでもあります。セレナっていうのは、こう、先生術でいう感受点の中で、ホワイトムーン、白い月の光を表している場所でもあるんですけれども、私はね、このカードが出るといつも自分の中で浮かび合ってくる言葉があって、それはちょっと英語なんですけど、My soul's essence is filled with light.My soul's essence is filled with light. 私のソウルのもう一番中核にある本当の本質のソウルっていうのは光にあふれていますっていう自分自身へのポジティブな自己アフォーメーションです。でもちろんこれに付け加えて I love myself just as I am. I love myself just as I am. 私はこのままの自分をそのまま愛してます。
この2つの文章。これ私しょっちゅうこう言うようにしてるんですね。なんかそうは思えないような失敗やる時も、そうは思えないような自分の嫌なとこを見る時もありますよ。私も皆さんもそうだと思うんです。それでもやはりこう言い続けることが大事なんです。My soul's essence is filled with light. I love myself as I am. 私は今のままの私を愛していて、私のソウルの核にはとても純粋な白い光が流れています。いつも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 これを言っていくと、これが日常になる。これが本当の自分になる。心理学も私は大学でも、ちょっと学んだんですけれども、ちょっとね、話が長くなりますけれども、こういう話はまた、別のね、動画とか、プロジェクトの中でしていきたいと思いますけど、ここまで話したので、言っておくとですね、心理学を習うと、こういうことを教わるんですけれども、出来事は必ず2回起こる。1回目は自分の内側で、頭の中で、ビジュアライズで、マインドで起こる。そして、それしてから本当の現実になる。ですよ。だから、ここの中で、マインドの中で起こったことっていうのは、必ず現実になるから、My soul's essence is filled with light. I love myself as I am. って言い続けることで、本当に自分のことを愛せる人になります。ということをやってみてください。ということで、今日はここまでにします。続きも見てね、12星座別続きでお話をいたします。では。